くのです。今パリに来てて最終日何について話す？むずいね。結構美味しい。あ、よかった。これレンズ豆。これレンズ豆とサーモンの燻製、サーモンの燻製だっけ？スモークサーモンのサラダ。こういうのはフランスは結構スーパーとかに行くとデリ的な感じで売ってます。レンズ豆買えばよかったな。言ったじゃん。美味しい。美味しいよね。うん。フランス人が一番よく食べるサラダらしい、レンズ豆って。あ、そうなんだ。なんか豆って結構水で戻したりとかしないといけない豆が多いと思うんだけど、レンズ豆は水に戻す必要がなくて、沸騰したお湯で20分ぐらい湯通しするだけなの。でそれでもうサラダで食べれるからすごい便利で、一番めんどくさくなく食べれる豆、で栄養価が高い、鉄分も高いしおすすめの豆です。タンパク質も取れますよね。そう、豆ですから。そうですそうです。植物性タンパク質取れるし、タンパク質だらけじゃんこれ。てか私ご飯の話ばっかりしてるの、やっぱりそんなことばっかり話してるんだけど、フレンチってすごく重いじゃん。重いイメージだし、外食とかって結構重いんだけど、フランスってほんとスリムな人多くて、みんな普段の食事はすごくね質素でヘルシーなんですよ。でサラダとかこういうのをみんな本当にお昼とかに食べたりするから、一番なんか素朴で代表的な、こうフランスのサラダっていうイメージ、私の中では。まあこういうレンズ豆のサラダとか、豆を使ったこういうのとか、結構サラダを食べることが多い気がする。でもなんか野菜、なんか葉っぱっていうよりこういうなんかちょっとお豆とかそういうのの方が多いのかな。葉っぱも全然食べるけどね、食べるけど、まあスーパーで買ったりとかランチとかになるとこういうのでもすごい多いよね。多いよね。フムスとかもさ、そうだね、すごいいろんな種類売ってるじゃん。ある。それいいよね。フムスとかは日本ないもんね。あんまりないよね。ない。フムスってひよこ豆のペーストで、最近日本でも出てきたぐらいじゃない？あんまないか。でもああいう風には売ってない。まあそっか。気がする。まあただその代わり日本はやっぱおにぎりあったりとかね。そうね。なんか弁当屋とかいっぱいあるしね。そういうのはいいけど、まあ気軽にこういうサラダとかはスーパーでよく私も買って食べます。私でもなんか海外行ってなんかその外食続きだと結構なんか疲れるから、なんかこういうのをスーパーで買って食べることめっちゃ多いかも。なんかその中にも入ってるけど、なんかああいうクスクスのこういうのとかさ、いっぱい売ってるじゃん。チーズとか入ってるみたいな、ちょっと売ってるね。なんか手軽に食べれていいから、そういうのを夜ご飯にすること結構、まあ安く済むしさ。そうだね、確かに。そうなのでこういうのは意外と美味しくてヘルシーだからおすすめです。でゆりちゃんはケーキを食べます。そう、これはなんかさっきちょっと見せてください。ホテルの近くにあったケーキ屋さんで買ったケーキ、バニラケーキとモンブランを買ったので食べます。私モンブランめっちゃ好きなんだよね。美味しいよね。美味しい。モンブランすごい好き。日本にいる時もモンブランめっちゃ食べる。美味しいよね。私はいつもショートケーキかチーズケーキ。うまっ。それなんだっけ？なんかバニラケーキみたいなやつ。バニラケーキ？バニラ。ゆりちゃん帰ってきたらまたお鍋作ってほしいな。ゆりちゃんの鍋めっちゃ美味しい。大したあれじゃないんだけどね。でもゆりちゃんのお鍋はなんか私はお鍋をめっちゃ食べますが、家でいつもなんか結構鍋の素みたいなのを使うことが多い。でなんかまあ素鍋みたいなのもやるけど、なんか大体なんかそういう素みたいなのを使って食べるから、ああいうなんか味噌とかをこう、なんかやるみたいなやるみたいなのは
あんまりない。あんまりないので、でもゆいちゃんが野菜をさ全部さ、なんかこうスライスして入れてたじゃん。それを食べてから、おネギをそうやって食べるのめっちゃ美味しいと思って、スライサー買ったって。買った？買った。いいよね、なんかさスライスするだけで美味しそうに見えるし、美味しくなるよね、なんか人参とか大根とかもスライスするといいよ、ネギもいいけど、おすすめ。あと私鍋に餅入れる。餅。あ、餅？私も餅入れる。なんかよもぎ餅とか。美味しいよね。美味しい。そうだから多分 YouTube いつも見てくれてる人はお気づきだと思うんですけど、私とにかく食べることとかなんか料理することとか好きだから、そんなことばっかり話しちゃう。何話してるのか。そんなことばっかり話しちゃうよ。何話してるか。まあでもみんなが知りたいのはさ、そのパリでのそういう食生活とか、そうだよね。ていうか別に、そうだよね。日本と違うこととか、せっかくパリから発信するし、日本と違った違う、まあ料理にしても食材にしても違うところとか、そういうのを紹介したりとかしてるけど、本当にウーバー来るのか問題。あと20分ぐらい、早かった。あっという間だったね。まあ5日間だもんね。まあなんか5泊って結構あるなって思ったけど、なんかもう14時間もかけてくるところなので、なんせ、なんかちょっともったいない感じはするね。せっかくそうだね、ヨーロッパ来るんだったらやっぱり10日間ぐらいはあった方がいいよね。フランスだったらフランス来てイタリアスペイン行ったりとか、近くのヨーロッパの国が簡単に行けるから、行きやすいからね。ロンドンもか、まあどこもだね、どこも行きやすいから、だいたい電車で行けるところもあれば、まあ飛行機で行けるところも2時間半か、から3時間あれば、だいたいどこでもヨーロッパ内だったら行けます。それが本当に羨ましい。まあ日本も別に国内旅行、まあ、どこにでも行けるっちゃ行けるけど、まあ国はまたがないからね。そうだね。やっぱヨーロッパの国も近いとはいえ国ごとで全然もちろん文化も違うので、せっかくヨーロッパに来たんだったら少し長く滞在していろいろ行くのが良さそうです。良いと思います。今まで行ったヨーロッパでどこが好きでした？まあ私はなんかロンドンちょっと住んでたっていうのもあって、ロンドンに友達も今も住んでる友達も多いし、ロンドンは結構好きかな。音楽とかそういうのも、そう UK ラップ好きだし、まあファッションとかもお買い物とかも楽しいし、まあご飯はそうね、まあでもロンドンも美味しいもの結構あるからね、中華とか。最近はなんかまあロンドンなんかご飯あんまり美味しくないっていうイメージあると思うけど、まあ行くとこによっちゃ全然美味しいところも多いし、去年ロンドンに2週間ぐらい、だからヨーロッパに3週間ぐらいいた時は、そうね、結構ロンドン楽しかったかな。まあでもあんまり行ったことないから、それこそスペインとか私は行ったことないし、今年行きたいところではそうだよね。ある。私やっぱりイタリアが好きかな。とポルトガルも良かった。なんかやっぱご飯が美味しいそればっかだけど、ご飯が美味しいし、なんかローマとか本当に街自体が遺産ですごすぎる。なんか壮大すぎる。異国感ありそうだよね。めちゃくちゃ異国感あるし、なんかイタリア好きだね、雰囲気が。イタリア行きたいな。なんか一瞬行ったことあるんだけど、なんか家族旅行みたいなのしてた時になんか一瞬だけイタリア行って、その時はなんかコートダジュールに行ったのよ、家族で。いいね。そうで、なんかちょっと一瞬イタリアに行ってみようって言って一瞬行ったのが最初で、去年行った時も行ったけど、
なんかミラノだったから、なんかって感じだったんだね。楽しくなかったとは言いたくないけど、でそんなになんか長い間いなかったから、みんな言う。みんな言う、ミラノはそんなに、ミラノなんかあんまりやることがないんだよね、なんか大体やっぱみんなローマ、フィレンツェ、ベネチアじゃない、かカプリ島じゃなくてなんだっけ、コルシカ島じゃなくて、島サルディーニャとか、なんかちっちゃい島があったりするから、島系はね楽しいかもね。そういうとこはいいと思う。私も行ったことあるけど。そうだからミラノそのファッションウィーク中だったし、なんかそのなんか行ったけど、そんなにこうなんかやれることがあるようなイメージではなかったから、そっか。私はでもイタリア、ポルトガルが良かったかな、個人的には。モロッコ、ヨーロッパっていうか、ちょっと北アフリカにはなるけど、モロッコもすごい良かったけどね。モロッコめっちゃいいよね。モロッコはなんか本当あれこそ異世界。本当に異世界だよね。異世界で良かった。めっちゃ遠くに来た感ある。あるよね。で一応公用語フランス語だから、私とか全然言語的にも全く困らなかったし、確かに。物価も安いしね。なんか意外と別に治安もそんなに悪くなくて、なんかめっちゃ観光地だもんね。どこ行ってたその時？モロッコ。マラケシュ？マラケシュと砂漠。あ、行ったんだ。砂漠も行った。モロッコはもう一回行きたい場所の一つですかね。リヤドに泊まってね。そういいよね。もう本当に東京住んでる、日本住んでる身からするとなんかここに人住んでんだみたいな。ね、本当に異世界だよね。モロッコもパリからだったら飛行機で本当2時間ぐらいだと思うから。そうだよね。フランス人めちゃめちゃいたもん。フランス人めっちゃ行く。なんかみんな行く本当に。フランス人よく行くのはモロッコも行くし、あとギリシャ。ギリシャもヨーロッパなんだけど、ギリシャもみんなバカンス先として行く人が多いかも。ギリシャいいね。ギリシャ行ってみたいわね。私も行ったことない。ギリシャは行ってみたい。でもマジ今年スペイン行きたいよね。夏ね。6月にまた私パリに来ようかなみたいな計画を今してて、でなんか今回は仕事で来てるからあんまりこの前後のスケジュールもあり、あんまりいろんなとこに行ける感じじゃなかったんだけど、次そのスペイン行ってみたいし、6月はあったかいでしょうから、行きたいよねっていう話をしています。以上かな。私は今回ゆうちゃんにたくさんお世話になりました。全然菊乃ちゃんのね方で私のおすすめのそれを言った方がいい。私のフランスでのおすすめお土産紹介をしたので、それも見てみてください。意外とねみんな結構お土産悩む人多いと思うから、なんか参考になればと思って。私のお土産をゆるちゃんが紹介してくれてるっていう、すごく素敵なコンテンツ。でも多分ゆりちゃんこれ撮ってさどれぐらいであげてるの？なんか時によるけど1週間以内にはあげてる気がする。そうじゃあこれ1週間以内に上がるわかんないけど私のお土産紹介は結構先になるからね。私全然じゃあ後々に私余裕で半年前ぐらいのやつあげたりするからね。いつの話みたいな、季節感なんか全然違うやんみたいなの忘れちゃうじゃん。だからもうパパやってる。そうね、その方がいいよ。その方がいい、もちろん。その間編集するときなんだっけみたいな。なんだっけってなりながらやってるもん。そうだよね。こんなの何を言ってるみたいな。あとはずい。やっぱ振り返りたくない。どういうこと？時間が経って。後から自分見ると結構うわってなんない？あとなんか何言ってる何言ってるみたいな何言ってるが結構ある。だからあんまり見たくなくて。そうだね、それが正解だと思う。見返すとかほんとしないし。しない。ちょっと無理だよね。絶対しない。やだよね。キモすぎる。キモすぎるよね。だからもう今は自分が喋ってるのとかもう本当になんかあんま見たくないよね。どうでもよすぎる。そうだから今は今って感じですぐ編集して私はアップしてます。はい。じゃあこんな感じで私は日本に帰ります。
寂しいけど気をつけて帰ってください。はい、うん、次会えるとしたらあれですね、あれですね、また違うまた違うところで違う場所でもしかしたら皆さんに、お会いするかもしれません。うん